マリオギャラクシーは宇宙が舞台の 3D アクションゲームで、壮大なオーケストラの音楽も愛されています。この動画ではマリオギャラクシーの音楽が宇宙をどのように表現しているのか見ていきます。マリオギャラクシーの音楽では一気にオクターブで上昇して少し下降する動きが何度も出てきます。この舞い上がるような動きは空や宇宙のイメージと相性がいいです。この舞い上がるような動きはオズの魔法使いの虹の彼方にや E.T. のフライングテーマなどで使われています。フローターランドではこのモチーフが出てきた後にさらに上に上がるメロディーが出てきます。限界を突破するような爽快感があります。スターダストロードは序盤で登場する曲ですが、宇宙に対する憧憬や孤独感が存分に表現された楽曲だと思います。この楽曲ではリディアンスケールという音階が使われています。馴染みのあるドレミファソラシドなどの音階はメジャースケールという名前です。リディアンスケールはメジャースケールの4番目の音が半音上がった音階です。浮ついたような響きで不思議な感じや神秘的なシーンを表現しやすいため、映画音楽やゲーム音楽では定番の音階です。ラフラットとレのように全音3個分離れている関係をトライトーンと呼びます。癖のある響きが特徴です。オクターブを半分にした距離とも言えます。この後も出てくるので覚えておいてください。シッププラントは緊張感のある楽曲で、弦楽器の3連符のリズムや金管楽器の長い音符が特徴です。これは宇宙と結びつけられやすい SF や戦いのイメージを想起させるもので、ホルストの火星やスター・ウォーズのサウンドトラックなどに由来するイメージだと思います。シッププラントに緊張感を覚える要因は他にもあり、全音によるダブったような響き、同じ音の連打、完全4度と完全5度の無機質な響き、半音の平行移動などが挙げられます。バトルロックも緊張感のある楽曲です。バトルロックは宇宙幻想という別の曲をアレンジしたような形になっている曲です。
このファシドの部分は重要な役割を持っています。バトルロックは弦楽器の刻みがミシ、ファドというように半音上がるのが特徴です。ここからは弦楽器を簡略化して表します。この部分では宇宙幻想のメロディーがそのまま重なっているのですが、弦楽器がファドを演奏しているとき、宇宙幻想のメロディーはそれに追従しないので半音でぶつかります。この最初の部分は短い間ですが、2つのキーが重なった復調のような状態になっています。そして弦楽器のメロディーが入ってくるところでまた復調のような状態になるのかと思いきや、この後宇宙幻想はファシドファというメロディーに進むので、ここでは調和します。宇宙幻想の展開が伏線になっているのが面白いです。最後にトライトーンのコード進行について補足すると、まず C メジャー、F メジャー、C メジャーのような基礎的な進行があって、次に基礎的な進行を骨組みにした応用的な進行があります。そしてそのような進行の枠組みの外にある進行の一例がこのような等間隔で平行移動して一周するようなコード進行です。このような進行は中心となるコードを感じづらく、キーが一つに定まらないため宇宙的と言えます。トライトーンの進行も同じです。これは宇宙幻想の進行の動きに似ています。動画は以上です。質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。